監督の北野武です。裸の女性を木に吊るすシーンがあって、この女優さんもしかして脇がかなと思って、で下ろしますってなった時にちょうどここに脇があったの。ああ目がっつってでなってんだけどバッキバキにこらちゃう。ハロー皆さん、ジンラブジョイです。今回の With Love and Joy のゲストさんはどうも監督の北野武です。あれいつもの声と違うじゃないですか。姉ちゃん外国の姉ちゃんはやっぱあれだな、いいな、正則です。緊張してるって言ってたのに何でそれまたするはいっていうことですね。なんと監督の正則さんが出演してくれました。よしなにじゃあインタビューしますよ。しましょう。はい。なぜ監督になったんですか？もともとはい。ラジオの構成作家になりたくて、ちょっと似てるよね。もう俺ね、子供の頃からはい。アニメとか漫画にあんまり興味がなくて、本当？テレビのバラエティばっかり見てたの、昔のずっと。何が好きだった？番組笑い系とか。お笑い系も本当お笑いだけ。だから今面白い人なんだ。そう、憧れが憧れ。お笑いが大好きで、はい。そっからラジオにハマってはい。伊集院光ってうん。いう人知ってる？わかんない。その人日本のラジオのものすごい人で、伊集院光っていう人のラジオにハマって、はい。でそこからもう日本のラジオってはい。そのタレントさんが喋って、はい。で作家がちょっと相づち時々入れたりとか、はい。笑ったりとかはい。してて、作家ラジオの作家ってなんかいいなと思って、でなんとなくその漠然としてて、で大学で上京したんだけど、はい。4年生で卒業ができないことがもう決まってて、とりあえず就職するかと思って卒業できないから就職 しちゃおうと思って、昔「from A」っていう就職情報誌があって、でそれに「監督になりませんか?」っていう、そのまま書いてある。監督になりませんか、習字で。わー、それ入れていい？入れちゃいけない？いや全然普通に「監督になりませんか?」って書いてあって、で電話して好きだったんで、オッケーオッケー。がラジオのなんかそういう作家みたいなことやりたいなと思ってて。でも全然違います。いやでもね、一緒よ。本当？何が一緒？これねちょっとあんまり俺恥ずかしいから言わないんだけど、オッケーオッケー。今日はもう特別に、イエス。誤解を恐れずに言うと、やっぱり女優って言っても女優さんじゃないじゃない、最初って。まあ違うね、演技の勉強してきてなるとかそういうのじゃないじゃない。でもいきなり演技させられるじゃん。かわいそうじゃん。できないじゃない、お芝居いきなり。まあいきなりね、だからでもそういう時ってやっぱ緊張するじゃない。どうしたらじゃあやりやすいかなと思って、テンション上げればその楽しい演技も悲しい演技も、テンション高かったら、なんかできちゃう。まあウォーミングアップみたいな運動と同じ。そうだからテンション上げるってやっぱお笑いと一緒だなと思って、やってる方も多分テンション上げてやんなきゃいけないし、見てる方もテンション上がんなきゃいけないから、テンションが上がってないとなんかできないかなっていうのはあるから、まあ一緒っちゃ一緒かなっていう。一緒に初めての現場で正則監督撮ってもらった時にずっと笑ってた。すっごい楽しかった。笑った後、本当に笑った後って泣く芝居もやりやすいし、怒る芝居もやりやすいし、基本的にはテンションをとりあえず上げてやってもらうっていうのがなんか一つの僕の演出方法です。いい監督方法じゃないですか。ありがとう。だから一生懸命こういう人の芝居をこうやってって言ったってさできないじゃん。そんなベテランの女優さんはできるよ。それでも台本渡してここちょっとこういう感じでやってくださいって言ったらね、もう何年もやってる人はできるけど、初めて来たね、まだ2本目3本目ですっていう子にそんなお芝居させろなんて無茶じゃん。すごい初めて正則君から真面目な答えもらって、やばい、すごい嬉しい。ふざけたことしか言わないことにしてる。嬉しい本当に。じゃあありがとう。初めての現場はどんな感じですか？それが監督としての発言場、監督としての発言場は僕ナンパものです。いいね。ナンパのものはシンプルですか？シンプル。なんかドラマより最初に入ったメーカーが痴漢、露出、あとナンパとかそういうでもその中で一番そのなんか5本がなんていう軸みたいな会社だったんで、そのナンパものでしたね。俺以外の制作がみんな大阪にロケ行ってて、会社に俺だけ居残りしてて、でしたら当時の社長と作家さんがなんかブルマものやりたいねって言ってて、ブルマわかる？ブルマわかるか。
ブルマものやりたいねって言って、ブルマ素人に履かしたら面白そうだなって言って、会社でぼーっとしてたらやれよって言われてやるいいっすかっつって、あ、いいね、嬉しかったよね。いきなりデビュー、会社に入社してからやっと取れるようになった。どれぐらい？3年半ぐらい。長い。わお。まあでも間に先輩のワンコーナーちょっと撮ったりとか、たまにあったけど、で3年結構長いから、もう最初の現場で緊張しましたか？もう準備万端、僕の時間だぞ。緊張はしたけど特別な緊張はしなかったかな。だからナンパものやってたから、ずっと先輩のも一緒にやってたし、やることは一緒だから、その先輩のナンパもので呼んで連れてきた女の子が1対1だったらエッチしてもいいよって言った時に、カメラ持って俺がじゃあ行ってきてって言われて、ハメ撮りとかあったから、やることは一緒だけど、いつも通りの緊張。いつも通り。今緊張してる？今はめちゃめちゃしてる。わー、もうお会いしたことあるのに、もうブランケットかけちゃう。冷え性がすごく。ナンパのものからスタートしたけど、ナンパものが1本目でしたね。どういうもの撮るのが好きですか？僕はね、ないんですよ。本当？もともと作家になりたかったから、そう監督になりたかったわけじゃないんで。いやでも自分で募集したよ。そうだからそこに入れば作家にもなれるかなと思ったけど、結局そんなにね、でも業務ってまあ今は結構分かれてるけど、当時はインディーズメーカーの業務なんて一人がいろんなことやるから、だって俺 AD の時も女優さん面接して、でキャスティングして、スタジオ探して、エキストラ抑えて予算書作って、3年で交番表書いて、もう全部やってたから、お疲れ様です。もうその流れで結局なっちゃったから、もともとその映像にあんま興味がないのよ。今までも？今でも。性癖は何ですか？脇が熟女黒ギャル。いやー、ナイスセンス。いや、脇がと熟女と黒ギャル。大好き。いや、私も大好き。黒ギャルいいですよね、本当に。脇が一番好き。いや、脇の魅力もまだ臭いのがもうカッてそれいつから？これね、これがまた業界入ってから。全部その3つの性癖トップ3は？いや、熟女は昔から。わ、意外。黒ギャルは作品見てからかな、なんとなくいいなと思って。いや、いいね、黒ギャル最高。脇がは急に裸の女性を木に吊るすシーンがあって女王様役みたいな人、大好きそのギャップ、いいねみたいな人がいて、女性の人が、そのしもべ役、コンビニ袋をかぶってスパだからね、でここにワカメだけ巻いて木に吊るすんだけど、なんかあれ脇がかなと思って、ちょっと臭くて、この女優さんもしかして脇がかなってで、まあ撮影終わってで下ろしますってなった時に縛ってるんで、一人でこう下ろすと危ないから、こう上から降りてくるのを抱えて、ちょうどここに脇があったのよ、ここがあっつって目がっつって脇汗いやもう脇汗っていうか、もうすごい鉛筆の匂いがオーマイガー目がっつってってなってんだけどバッキバキにこらちあれ俺好きかもっつってあれなんだこれ臭いけど下ろしたくないっつってやばいよ。そこで一気に目覚めた。おめでとうございます。ありがとうございます。お誕生日ハッピーバースデー。ハッピーバースデー脇フェチ、ハッピーバースデー。でも脇フェチとちょっと違うじゃない？脇フェチと違う。脇が臭くなきゃ嫌だ。そう、じゃあ脇の写真とかは別にどうでもいい。どうでもいい。臭いの。臭い。ファッ。やばい。いいね、松井監督大好き。こっちから匂いが来た時にここ痛くなるやつが好きで、うわっつって。無理。そのぐらいじゃないと。最高。街歩いてて、脇がの匂いするとちょっと探すもんね。誰だっつって。誰だ。夏はきっといいでしょ。みんな脇汗で。いや冬なのよ。本当？なんで？そう本当に臭い人って何枚着ても臭いのよ。女優ってよくなんか自分の匂いとかエチケット気にするのに、逆に気にしない。いやでも結構大平さんもね好きな人いて、多いと思う。匂いフェチは、で俺がそういうの好きだと知ってるから、で俺は例えば脇がの女優さん来たら俺はもう言うの、監督からね、臭いですって書いて。でもやっぱ脇が好きだから、いろんなこと調べたの。脇がのどうしたら匂いを消しやすいかとかボディーソープより石鹸がいいとか、でそういうのは教えてあげる、ちゃんと。だって他の現場でさ、こそこそ言われるのかわいそうじゃない。じゃあ脇先生、ラブジョイは臭くないけど、例えばもし臭かったとして、みんな黙ってる方がちょっと嫌じゃない？いや、私買ってますよ、ディオドレント。デオドラントスプレーはもう敵。いや、全部もう火つけて爆発させてる。No。そうだから言うの、俺はもう
優しい。ただ石鹸で洗ったりとか、あとやっぱ原イオンのやついいよとか、ただうちの現場だけはやんないでねっつってそしたら脇臭いって言った女優さんたちはみんな俺に会うと「正則さん今日どう?」ってかがしてくれるの。かわいいかわいいかわいい。あ、今日も臭いねっつって頑張ろうねっつってっていうのをよく現場でやってるから、好きな男優さんたちは「あ、じゃあ俺も洗わない方がいいな」っつってやらないで乗ってくれる好きな男優さんで、大体ダメな男優さんももう分かったから。女の脇じゃないとダメ。ダメ男はもうやると脇の肉そいでやるそいで食ってやる冗談じゃない本当に。性癖目立った以外なんかハプニングとかなんかありますか？撮影の？いや、撮影のハプニング？そういっぱいあるよ。例えば言えないやつもいっぱいあるよ。そのナンパロケで本当に声かけてで OK ってなって、お金もらえるんだったらまあみたいな感じだったんだけど、本当にお金欲しかったのっていうぐらいエッチな子でラブホテルでハメ撮りしたんですよ。終わった後にこれ本当に顔にモザイクかかるって言われて、あ、かかるよっつって、私顔バレちゃまずいんだよねって言われて、なんでタレントかなんかってお父さんがすごい人なのっつってあれっつってこれはあんまり細かいことは言えないんだけど、その他もいろいろ聞いて、あ、本当の人だと思って、絶対に若い女の子は知らない選手の名前を言ったの、その子は。あ、これ本当だと思ってこれ危ない、すごい人拾ったんですねすごい人拾っちゃって、あれはちょっとねびっくりしました。でそれ1本目で1本目で1本目で監督1本目で、業界ってこのもんです、すごい。全然売れなかったけどね顔出せばよかった、話題になる。ダメダメ、それはもうそれはルール違反だから、ルール違反。あとはね、レズのシーンでゲロ一人が吐いて、でそれを浴びてレズするっていうシーンの AD でついてて、でその吐く人がすごいスカとかそういうのでめちゃめちゃ人気あった倉本杏奈さん、引退しちゃったけど、倉本杏奈さんっていう人がいて、 AD さんちょっとパンと牛乳買ってきてもらっていいですかって、あ、終わりしたっつって、でパンいっぱいありますよっつって、なんかいっぱいあったの、つなぎで、あ、こういうのじゃなくて、ただ中に何にも入ってないパンって、あ、パンだけが好きなのかなと思って買ってきて出したら、ほとんど噛まないで飲み込むの、ちぎってえっつって、エビみたいなガブガブ牛乳でふやかしてちょっと潰して、あんまり噛まないように結構大きめにちぎっていってるから「パン好きなんですか?」って言ったら「パンがゲロの時に一番食道に優しいの」って言われて、でしかも牛乳と一緒だと白くて綺麗になるんだよっつって「見ててね」っつって「見ててね」わかりましたっつって本番やったら本当にもうスルーッと綺麗な滝のように、いやプロってすごいなと思って。そんなこと考えたことある？ない。私ゲロ NG でもすごいなと思って、多分いろんなの試してたどり着いたんだろうな。いや、もしかして先輩からそういうアドバイスもらったとかあったのかもしれないし、いろいろ試したのかもしれないけど、すごいパンが一番スムーズに履けるし、いや、白いのゲロ見たことない、色も綺麗。次性癖ですか？いや全然、でもそういうの別に平気、俺は。俺全然平気。あとはなんかある？ハプニング。 AD の頃また戦隊ヒーローもの、好き。ギガさんみたいな、なんとかレンジャーみたいなやつに緑色として出ることになって出演戦闘変態タイツァー5っていう作品があって皆さん見てください。もう廃盤なんだけど、廃盤それのタイツァーグリーンとして、本当は監督が3役ぐらいで出ようとしたんだけど、無理だから体型がその時一緒ぐらいだったから、やれって言われて、最後ね、その敵のボスがいて、敵のボスのヌレメってやつがいるんだけどタイツァー5は5人兄弟なのよ全身タイツでヘルメットかぶって、楽しそう。赤タイツァー、黄タイツァー、青タイツァー、緑タイツァー、で最後妹なんだけど、あと4人男で、最後1人は網タイツァーって網タイツなの女の子だけ、そうそう、網タイツ、色じゃないの、網なの。ヘルメットもかぶって、網はかぶってないツインテール自転車乗るときかぶってるよ自転車乗るときはかぶって制服着てる。安全第一ですね。でその撮影が火薬使うって好き、日朝日曜の朝にやってる、してる戦隊もの、あれみたいに本当に火薬使うっつって、オープニングも撮ったんだけど、リハーサル見てたんだけど、その特攻さんっていう火薬使う人たち、最初の火薬のシーンがタイツァー5の5人が、こう坂を、砂利道の坂をこう V の字に並んで 1,2,3,4,5 って並んで、男は4人バイクで、女の子は自転車で V の字でこう降りてくる、両脇がドーンってこう通り過ぎたとこから両脇がドーンドーンドーンって爆発するっていうシーンをやったんだけど、もうリハーサルがちょっとあれと思ったんだけど、火薬の爆破のスイッチ入れる人がなんかちょっと偉い人で、でアシスタントみたいなやつらが
がその火薬の位置にスタンバイするのね、こうしゃがんで、はいじゃあスイッチ入れたーっつったら、その上の方からアシスタントがドーンって言って立ち上がるっていう、このぐらいのタイミングで来ますって言われて、雑だなと思って、リハーサルがちょっとこれ大丈夫かって言って、ちょっと怖いなと思って、でいざ本番になって、で俺一番自分から見て右端だった、本番じゃあ行きましょうって、みんな V の字になって、用意スタートで坂ゆっくり下っていくんだけど、後ろから爆発してんの、ドーンドーンって。でね、ちょっと早いのよ、こっちがちょっと早いのか俺ら4人は一番真ん中に妹っていうか女優さんがいて、両サイドは男4人であれもうちょっと早く行ってくれとかね追っついちゃうぞと思ってそしたら俺のここで爆発して、すごいね、あれ衝撃波で何かぶつかったんじゃないけど、空気の圧でバイクごとなぎ倒されて、でも一発うん十万っていうお金だからNG 出せないから、こう倒れて足で踏ん張って戻してってアクセルかしてなんとか爆風に紛れてなんとか直したんだけど、こっち側の玉だけすごい痛くなっちゃって、でちょっとこれ危ないなと思ってて、途中でね、熱くない花火なんで大丈夫ですみたいな言われて、目の前で俺ら裸でこうなんか縛り付けられて、熱くない花火がファーってなるって言うんだけど、めちゃめちゃ熱いしいよいよ火薬の最後のシーンで、その敵のボスのヌレメってやつを赤と黄色の2人がこう担いで、でその両サイドに俺と青、僕が黄色の横にいたんですよ。で黄色がその作品撮ったのはその昔勤めたところの社長なんだけど、その黄色の人のメーカーから発売するっていうプロデューサーと、その時は実際ちょっと先輩、業界の先輩みたいな人で仲良く知ってたんだけど、最後こうやって構えて後ろでドーンってものすごい大きいやつ、ほんと一発ほんと何十万っていうでっかい火柱が上がるやつがなりますと。で動かないでくださいと。でそれ定点で撮ってるんで、こっちからカメラ撮ってて、亜美ちゃんの方撮ってて、僕らは映ってるからギリギリ俺が半分見切れてるぐらい、ここに黄色がいるわけですよ。で用意スタートでドーンってやったら、このぐらいの石がこうヒュンって飛んでって動けないから今石飛んだよと思ってで OK ですだからその黄色いのが OK じゃないよっつって、あ危ない死んでたよっつって、今言ったよなって、行きました行きました、今ってこんぐらいで行きましたっつって、あの時死んでたら今ここにいないですね。今で死にたくないよ最低。間抜けな格好で死んでもヘルメットしてたから大丈夫かもしれない。ダメやばい、危険。何年前業界に入ったんですか？ちょうど20年前。わー、綺麗な数字。ちょうど20年、今年で20年。20年結構すごい長い。言えないこといっぱいありますよ。大丈夫首吊りしたい探しに行った時の話とか聞きたいけど我慢します。あ、でもこれ別に言ってもいいやつかな。いや、どうかしら。発売されてるから、その作品はがっちりモザイクだよすごい人間としても女優としてもすげえなって思う人が2人いて、ぼーっとしてるっていうか、自分の中で撮影始まってんだけど、わ、かっこいい。童貞の AD がいた。そいつがこいつが洗ってから渡してきたんだけど